お客様、ちょっとご説明よろしいですか？ここの下って今まで開けたことってありますか？下って開けたことありますか？開けるっていうのはここが最初塞いだあったと思うんですけども、こう開けたことって今まで開けたってことはあります。なんか覗いたってことは詰まり始めてから開けたことはありますけど、特に問題なかった感じがするんだけどね、それ自体は。先ほどお客様がおっしゃられてたその防臭ゴムがついてないのが、一点問題点としてありまして、でその後その防臭ゴムがないと排水管に対して蛇腹ホースが入ってるだけなんですよね。ってなると、じゃあ溢れた水がどこに行くのってなると、その防臭ゴムの意味合いって周期を上げなくするのとか、害虫が入ってこなくするのと、あと溢れた水がその蛇腹ホースと排水管の隙間から出ていかないようにっていうのがあるんですよ。で今ちょっと見ていただきたいんですけど、床下にもう水がこぼれちゃってるんですよ。あ、本当だ。もうそれがなくて、そこからもう溢れちゃってるような。今までこう家が湿気っぽいなとかっていうのは特には感じたことはないけど、いつだねそれ。あ、床暖にした時ってこと？そうですそうです。でおそらくその床暖にした時も床暖した時にこれを少し持ち上げたんだよね。はいはいはい。で持ち上げてまた下ろしたって形なのかな。この下まで床暖しようっていう初め考えがあったんだけども、いやもうこれ上げるだけで、で少しだから当初よりもだからこう一段床が高くなってるんですか？そういうことです。ああ、そういうことか。でその時に当然前ついてたと思うんだけど、それもちょっと持ち上げたのかな。なんかテープがついてたような跡はあるんですけど、もうそれが一切機能してないので、なんか配管の周りにこうペリペリっとなんかこれね、はい。なので今そこを見る限り濡れてるので、その一段下がったところですよね、ここの床よりは全体的にこう水が回っちゃってるんじゃないかなっていうところではあるんです。縁の下の覗いてみるかじゃあ。でとりあえず、はい、今の現状の持ってることに対してはどうもできないでしょ、当然ね。これはそうですね、はい。でその防臭なんとかをつけて、はい、ゴムとかは私持ってるので、それでご対応はできるんですけど、そのもう今濡れちゃってるかもしれないっていうものに関しては、そうですね、この周りとか拭き取るのは全然できるんですけど、その見えてない部分がそうですね。詰まり始めたのっていつぐらいからでした？結構前っていうといつぐらいだろう。最近がひどいか。さっきみたいにグッと上がってきちゃう状態で、なんかこういう3ヶ月前ぐらいからゴミ受けに水が溜まるなぐらいな感じで、ここ数週間で上まで来ちゃう。で詰まってんのかなと思って、こういうやつでなんか綺麗にしようとしてたんですけど、結局効果なくて、じゃあ一回頼んでみようかっていうので。
そちらって床下の点検口とかですかね。物入れみたいな。物入れ、だから点検はできるよね。そうですね。そこの中の覗いてみますとりあえず。覗いてみて、上げた床が、いやー木だもんな。木であれば染み立ってるとは思うんですよね。あ、本当だ。危なかったね。これ放置してるとやっぱり木が腐っちゃうみたいな。腐りますね。ですよね。腐ってで基礎にもっと水が溜まったりとかしちゃうので。じゃあお家の下だよ。やば。たまりながらも流れてったからな。そうですそうです。ここまで回ってってんだ。これのもっとひどかったバージョンが私たちの YouTube の最初期ぐらいの時に撮った動画があるんですけど、本当にこの基礎上がタプタプに水が溜まってるみたいな。もうこういうちょろちょろっとじゃなくてそうですね。あの時はもう配管が折れちゃってたので、そうなんですね。もう使った水が全部ダイレクトにこの基礎の上に流れてたっていう状態なんですけど、折れてた。まあそうですね。配管がつながってないっていう言い方に近いかな。これは結構その排水の匂いもあるので、早めに専門の方呼んでやってもらった方がいいみたいです。そうですね。中を乾燥させていくみたいな感じなんですか。そうなってくるかなと思います。と専門外なので正確なことはちょっとお伝えはできないんですけども、やっぱそうですね。ここから取れてるので、やっぱ一段この上がってる分のそのいわゆる二重床みたいな感じになってると思うので、その空間から水が垂れてきてる。で早めにやっぱ乾燥はさせたいので、まずはもう1回でもいいから水がいかないようにしないとですよね。そうですね。詰まり抜いちゃって、蛇腹ホースと、さっきのゴムの話ですよね。そうですね。ゴムつけちゃえば、漏れ出すことっていうか詰まったとしても、シンク側に上がってこれるようには、できますので。この状態を一回これ以上はならないようには今日は切るってことですね。そうですね。はい。ここら辺から垂れてきてるんですけど、はい。それはこう、上を伝ってこうやってきてるんですか。ですね。台所のところからその物入れのところから。ただなんかこうパッと見た感じ、台所周辺だけしかまだ水が来てなさそうなので、じゃあ本当にやっぱここが原因。それ以外まず考えられないかなっていうところですね。ただその二重床で上がってる分のところに関してはどこまで回ってるかはさすがにわからないので、ただ漏れ出してるのは台所周辺が一番漏れてるのかなっていう。ありました。とりあえず今防臭ゴムつけましたので、これでとりあえずは溢れてこないような状態にはなってます。
ただ念には念をでちょっとビニールテープでまたすっぽ抜けないようにガチガチに留めときますね。下が溢れないように細工はできたので、はい、ちょっと水ゴムをつけるやつですよね。そうです、ゴムとあとそのゴム自体がすっぽ抜けないようにテープでガチガチに留めてるので、これで出す分には下からは漏れないでシンク側に溜まるような状況を作り出してますので、ちょっと水流してみます。はい。そうですね、やっぱ下を塞ぐともうほぼ一斉に流れてないような状態なので、昨日までのやつが全部までのやつはあれだったんですね。そうです、配管と蛇腹の隙間から漏れ出してたっていうイメージですね。そうなんだ。一応流れるは流れるんだな、トラップを。トラップ外した状態も上がってきたんですね。これがシャワーとかで使ってればその分水量は少なくなるので、はい、でも上がってきたんですね、シャワーです。さっきよりはちょこっとトラップを外せば流れてるっていう状態ですね。ちょっとこれで外どこつながってるか見てきますね。はい、お願いします。室外機のブロックが乗っかっちゃってるので、どうしようかっていうところがあるんですけども、そうですそうです。
うまく入りましたね。入ったかな。一回あっちに油を入れて。あるじゃん。マジかい。すげえ。マジ落ちたんだ。落ちるな。劣化で落ちるってサンリーゴム。お父さんも言ってた、落ちちゃったっていうの言ってたね。けどさ、基本あれよ、このつばで引っかかるようになってるから落ちないんだけど、まあ、劣化で縮んだんだろうね。ここがまたトラップになってる。ですね。ちょっと作り自体がもう特殊な感じはするので、その辺もちょっと最後こう説明できればとは思うんですよね。台所系統終わりましたので、ちょっと見ていただければとは思うんですけども、ではちょっと入れていきますね。画像で見えてるよ。これが蛇腹ホースのところで、はい、でここが入れたメーター数になってきますので、入れていきますね。あ、なんか今ホースのここら辺のホース見してくれる。ホースがあって、すごい。この辺はもうほとんど多分元から綺麗な状態で、ここがいって、でここで基礎の上で曲がってるところです。曲がりで見にくいんですけど、ここから見やすいんですけど、これ今これ水あるの？これ水ないです。ないの？はい。でバーッと水流して、もしその勾配とかが悪ければ、その缶の底こっちが底かなと思うんですけども、この辺りが下ですね。ここに水が溜まってるので、その辺も今この左下ぐらいが反応したので。この辺の白い点々みたいに見えるのが、まあ、油がいた箇所なんですけども、やってみた感じですね。まあ、この後右にいるやつとかもう油がいた後、だからもうここまで取れてればもう詰まることはないので、これは詰まりの原因はその油の固着しちゃってるやつが悪さしてたみたいな。付着してたやつで、はい、これを入れていくと、今これ外に出たんですよ。でそうするとここが水が溜まってるんですよね。お分かりになります？溜まってる。これだと、台所の方にも水溜まるところがあって、外にも水が溜まるようなところがあると、そのダブルトラップっていう状態になっちゃってるんですよ。そうすると水の流れが、悪くなっちゃうので、ちょっとこの後台所の水を流して、今現状この綺麗な状態でどう流れるか見ていただければとは思うんですけども、メインで詰まってた箇所がおそらくこの水が溜まってた場所、どうしても溜まっちゃうと油分なので水より軽いので浮いちゃって、でここが一番最初に詰まっちゃって、で流すと徐々に水が上がってきて、で缶と蛇腹の隙間から溢れちゃったっていう感じになるんですよね。で
状態ですと詰まりやすいです。でなおかつスコップで掘っていただいたこの室外機の足のところにやっぱり蓋があるんですよ。あれは、今後のメンテナンスを考えたらまず開けといた方がいい場所ではあるんですよね。これってごめんなさい、あんま私分かってないですけど、この家でいくとどこら辺のこの裏勝手口があって右手側に室外機がついてると思うんですけども、その室外機正面見て右のブロックのど真ん中に置いてあるんですよね。あ、そうなんですね。これは上から見えないところの上から見えれないです。ところの分ね。はい。今後詰まるとしたら、一番最初に詰まるのはこの水が溜まっている場所が一番詰まりやすいことになります。さっきはこのままだと詰まりやすいみたいな話をされてたのは構造的に詰まりやすいってことですか？そうですね。今のこのシンクであれば外にこの水が溜まるところを設ける必要がないんですよ。あ、そうなんですね。はい。一箇所台所とかその衛生機器に対して一つ水が溜まる箇所があればいいので、それ以上増えちゃうと水の流れが悪くなったりとか。詰まってだからなんだろう、まあそれで流れづらくなっちゃうってことなんですよね。詰まるっていうか溜まって溜まってなので、そうなんだ。油分が外だとここに一番浮きやすくなっちゃうので、今日は一晩放置してその油分がちょっとずつ固まって、また日中料理とか洗い物して油分がここにまた溜まってちょっとずつ油分が形成されていって、今回みたいなこうバタッと詰まってしまう。あとそれ以外にちょっと原因はあったので後でお見せできればと思うんですけど、とかあとはその蓋自体に空気を取り込むような蓋があるんですよね。はいはい。そういったのを代替的につけるとか、あとは応急処置として蓋に穴を開けてしまうとか、でいかにその空気を取り込むかっていう問題になってきちゃうので、だから一番は、ここの外の溜まるところ、水が溜まるところは絶対的にいらないので、それを除去しないと、一番詰まりやすい場所の改善にはならないんですけども、またじゃあしばらくすると今回みたいな事象が起こる可能性があるってことですよね。そうですね。ただここで詰まる分には外の蓋が開けさえすれば、上からつっついちゃえば、私が作業してたところと、あとそこの室外機の足の下にある蓋を両サイドからつっついちゃえば油が崩れて流れていっちゃうので、大容量でできるんですけど、室外機邪魔だね。そうです。一番はその室外機ですね。あそこが塞がってるとそのアプローチの仕様がなかなか難しいので、持っていれば、今回みたいにここの水溜まってるところって U の字になってて奥に行くような仕組みなんですけど、ワイヤーが操作できちゃえばこの U の字かわして、上の蓋の方じゃなくてお部屋内の方に選択して入れるみたいなことができるんでいいんですけども、構造的に溜まる場所が2箇所って言ってたのが、1箇所と、もう1箇所は1箇所はここの台所のここです。ここですね。はい。なのでここが普通に使ってるとシンクって一番汚れやすいところなんですけど、そこはこう水が溜まってたりするので、その油分がこのトラップとかについたりとか、なのでここは手入れが簡単だけるので、外に設けるよりかはやっぱこういう機器の方にあった方が楽なるほど。もうそっち側ただ流すだけっていう風にしてあげてた方がいいってことですね。そうです。さずに。はい。わかりました。この状態で今ちょっとこのお椀を外した状態で水を流して、一番最初この状態でも水が上がってきたかなとは思います。この状態であれば、缶の中見ていただいて綺麗なので問題なく流れるんですけども、これをした時ですね、どうなるかっていうところなんですよね。この水が溜まってるのを生かして外にも水が溜まっちゃってるので、この状態で流すと、溜まってきちゃいますね。溜
そうなんですよね。これがダブルトラップっていう状態になっちゃったので、水の流れが阻害されちゃうんですよね。今無理くり空気を吸い込んで、一生懸命排水している。これを外に外の蓋に空気を取り込めるような、蓋に取り替えていただくとか、外の溜まる水のところを工事してあげたりすると、普通に流れるっていう状態にはなるんです。なるほど、分かりました。とりあえず、問題になってたことは改善できたけど、なんていうんですかね、大元は断ち切れてないよみたいな。そうですね。大元というか、詰まりは改善してきたんですけども、はい。そうですね。ダブルトラップの改善には至らないので、わかりました。今後どうするかっていうところではありますね。あと、この漏れた水をどう乾かすかっていう問題が。わかりました。一番最初のところからちょっと見ていただければと思うんですけども、ちょっとここ蓋開いてるんで気をつけてください。ここが例の台所のところで、あれですね、先ほどお父様の方が探ってくれてなんですけど、本当ここの下、この本当にこのブロックの真ん中のところに、排水マスがあるんですよね。これと大体同じなの？これより、ワンサイズちっちゃいです。はい。蓋があるってことなんですか？そうです、そうです、そうです。ただもう配管もぎちり決まっちゃってて、でなおかつこれが、こっちの方かこっちの方にあれば、ちょっと前に出すか、ちょっと斜めにして作業中だけそうやったやり方、できるはできるんですけど、何しろちょっとど真ん中すぎちゃって少し動かしてみたんですけども、もうガタガタしちゃうんで、であればとりあえず流れるようにするにはってなって、内視鏡で見ても油自体はないので。で本当に面でを考えると、まずあいつをなんか開けてみて開けられるようにすればいいですね。そうです、そうです、そうです。なんだっけっていうのでピンポイントですね。ここの水が溜まってるところがこう U の字になってるので、で今回その U の字のところで詰まってたのがほとんどだと思うんですよ、主な原因としては。でそこに油がいたので、油でこう配管に蓋しちゃって、でそれが台所方まで上がって、蛇腹と配管の隙間から漏れたっていうのが原因ですね。なので蓋が開けられるようになると、こっちからつっついて、でなおかつこっちからつっついて、あと台所から水じゃ流しちゃえば油がこっちに流れていくっていうのはできるので、今後の対策が立てやすくなるっていう感じですね。でなおかつこっちも水が溜まるようなトラップっていう構造なので、蓋が密閉するような蓋ですと、台所のお椀をつけた状態ですと、水が1回上がってぐわっと引いてっていう流れになっちゃうので。トラップったらこっちなんだっけ？そうです、そうです。ここの水が溜まってるのがトラップです。こっちが溜まってるよね。はい。そうするとこれとここのマスのところでトラップの形になってるってこと？そうです、そうです。おっしゃる通りです。というと水が溜まってるということは、ここから空気が中に入っていかないと。そうです、そうです、そうです。ここがこう来て、でこっちに抜けて、ここが曲がりで、あとはこっちがまた風呂場とか、洗濯機とかの排水なんですよね。でここも同じように水が溜まるような構造なので、洗面所とか、お風呂とかも台所と同じようにトラップっていうものはついてるので、
流れが悪くなっててもおかしくはないかなっていうところではあるんですけど、まあたまにというか、ダブルトラップだとしても普通に流れると現場さんもあるはあるので、こちらのご自宅もまあ普通に流れてるかなっていう感じではあるんですよね。でその排水たちが、ここに流れてきてて、でなおかつこれがまたちょっと今回結構ややこしいでですね、これはもう部品を外してある状態なんですけど、もともとこれがこうなってたんですよ。ってなるとまたここもトラップになっちゃうんですよ。ここまで溜まっちゃうとってことなんですね。なるというよりかは、これも匂い止めの効果なんですよね。匂い害虫とか。トラップばっかりだ。そうですね。言うなればトリプルトラップぐらいになっちゃってるんですよね。一つでいいんですけど、逆にもうそれは取っちゃっていいとは思うんですけど、ただこうこの先はっきりしないとか。今回清掃した範囲以外でもし何か他の排水とかがつながってたりすると、ここにつながってたりすると、これを外すことによって匂いが上がってきたりとか、害虫がどこからかわらわら湧いてくるとかっていうのは考えはられるので、理論上これは取っちゃっても大丈夫っていうですよね。これ多分洗濯機だと思うんですよね。はい。今動かしてる分で、洗濯機にも排水トラップがついていて、でここにもトラップになってて、でここにもトラップになってて、うまく流れてくれてるからまだいいはいいんですけど、流れ自体は阻害されちゃうので、要所要所にゴミが溜まりやすくなっちゃうんですね。洗濯機のこのトラップで1回ゴミが絡んで、ここのトラップでゴミが絡んで、こっちは開放になってるんでいくらかマシなんですけど、なるほど。一つの案としては、これを取っちゃっといて、どっかに匂いが上がるようであればまた再度つけてもらうとかっていう風でもいいのかなっていうところですよね。レーズ取ってもらえます？これ。この L 字型のやつ。と言っても大丈夫だとは思うんですけど、匂いとかがどっか上がるようでしたら、今日の前後差で言ったら、排水管の中をきれいにしてこれを外したっていう状態なので、これを戻してあげれば、まず匂い止まると思うんですよね。私たちとしても基本的にはその現状復帰でお開始することが基本なので、あとはもうどういう症状が今後出てくる可能性があるとかでしかお伝えはできないんですよね。取ってしまうとそういうところをいろいろ上がってはなってます。逆にあれですかね、下見てもらうときにこの下のやつを見てもらうときに合わせてここら辺も相談するって感じができるかな。その業者さんにもよると思うんですけど、あとはそのリフォームって途中でされてる、大規模にやられてる床なんですよ。床暖以外は特にリフォームはさせない。床暖はどのぐらい？1年と2回に分けて。で、ここの部分は2年前かな。ダイヤモンドの位置とかも変えられたりとか。台所を変えてる。一番変えてないです。地区の築25年ぐらい。珍しいですね。20何年とかであれば、その衛生機器、洗濯機とか洗面台にトラップがついてるのに、わざわざ外でトラップを設ける必要がないんですよ。なのでそのダブルトラップとかの現場さんとかですと、大体もう40年近いとかでもう中フルリフォームかけてて、昔はそのトラップっていうものがついてなかったんだけど、機器の方にですね。だけどなので昔その機器の方にトラップがついてない場合ってこうやって外に設けることが大半なんですけど、
でリフォームかけて新しい衛生機器を入れた時に機器の方にもトラップがついてるのでダブルになっちゃうっていうのが結構定番な。排水はこれもう一回も見せないから当初から、はい、こういうダブルになった。そうですね。中にトラップがついてるからちょっと今設ける必要は、ないのでどういう意味があってなるとやっぱごめんなさい、L のやつつけといてもらったまんまにして、はい、なんかあれば自分たちとかその業者に話して、つけてる理由がそのよくわからないっていうところがあるので、はい、そうですね。であと25年間洗面台とかお風呂場が詰まることはなかったっていう感じですよね。で今回綺麗にはしてるので、とりあえずまだ当分は40年とかっていう単位では詰まることはないとは思うんですよね。よっぽど何かを流すとかなければ、あればそのままでも、はい、もう危ないんで閉めて、はい、であとこれが出てきた油で基本的に結構な割合で回収はできたとは思うんですけど、結局この程度ぐらいしかないんですよね、油回収できた油が。であと最初おっしゃってたゴムがどっかにあったんですか。これが多分これだきっと落ちちゃって、ゴムなんで劣化して落ちちゃって、じゃこれとかにもしかしたらこの油とかがまとわりついてるので余計詰まりやすかったのかな。珍しいですよね。戸建てさんでこの三里ゴムって呼ばれるものなんですけど、が落ちちゃうっていうのは、これは新しいの入れて、で、ゴムなので劣化するのは仕方ないことなんですけども、ずり落ちないとかようにテープでぐるぐる巻きます。ゴムであれば、落ちるっていうのはほぼっていうか聞いたことがないレベルなので、今回も相当珍しい。この流れでいうと、これがこう来て、でここに来て、この浄化層があって、浄化層の下手に合流してるんですよね。で、道路の本館の方に行ってるっていう感じです。これが唯一そのトイレの排水圧になるんですよ。先ほど1回と2回ちょっとペーパーリング流してくださいってお願いしたやつが全部ここに流れてきてるのを確認は取ってますので、これが